自律神経の最高中枢といえば脳の視床下部なんですけども、もう一つ重要な臓器があります。それは、こんにちは。野村整骨院の野村明です。うつ、パニック障害、不安症、そして自律神経失調症。これらにとても関わりが深いのが自律神経ですが、自律神経とはそもそも何なのか、どのような働きをしているのか、とても重要な内容になりますので、少しだけお話しいたします。人に備わっている神経というのはいろいろな分け方があるんですが、体性神経と自律神経、大きく分けてこの2つがあります。これを言い換えると、意識的に使える神経と無意識に働く神経になります。体性神経とは聞き慣れないと思いますが、この神経は意識的に使える神経のことを指します。主に自分の意思ですね、考えで動かせるものです。例えば腕や足ありますよね。これは自分の意思で動かせます。この腕や足の筋肉を動かすために命令するのに使っている神経です。つまり思考して判断するを繰り返して、この体を安全に維持する、管理するために使われている神経です。ちょっと難しく聞こえますが、これが意識的に使える神経、体性神経になります。一方、無意識的に働く神経、これは主に自律神経が担当しているんですけども、自律神経はご存知のように自分の意思で動かすことができません。例えば心臓、この心臓ですね。心臓の鼓動の速さ、回数を意識的に調整することはできません。食事をした時は胃が消化し腸で吸収しますが、胃酸や膵臓からの消化酵素の分泌の調整ですね、どのタイミングでどのくらい出すか、その他内臓関係の働き、これらは自律神経が自動的にコントロールしてくれています。そしてこの自律神経がうまく働かなくなると、例えば先ほどの心臓ですね、安静にしているのに運動している時のような動きになると動悸として感じられます。また食事をしていないのに胃酸が出てしまうと、胃が荒れて放っておくと胃に穴が開いてしまう胃潰瘍、また出過ぎた胃酸が食道の方に上がると逆流性食道炎。このように意識せず無意識に体を常に監視して調整してくれているのが自律神経です。このように人が生きていく上でとても重要な役割をしています。ですから自律神経が乱れることで当然様々な症状が現れます。それを自律神経失調症と呼ばれ、さらにひどくなるとうつやパニック障害、不安症、不眠症など、それらにつながっていきます。これらの自律神経の最高中枢は脳にある視床下部と呼ばれているところなんですけど、そしてもう一つ、この体を無意識的にコントロールしている非常に重要な臓器があります。それは体の重心近くにあって、このお腹にある膵臓になります。今の医学についてはこの膵臓はここまで触れられていませんが、膵臓にアプローチすることで無意識に働いてくれている部分、そこを調整することができます。それではその膵臓のアプローチ方法なんですけども、場所を少しだけ説明いたします。このトルソーを組んでちょっと説明いたしますね。よいしょ。これが心臓です。で、この両サイドが肺になるんですけども、この下、その心臓の下に横隔膜という膜があるんですね。で、その膜のすぐ下、これ肝臓なんですね。肝臓をちょっと取り外しますね。取り外して、でその後ろというか左側ですね、こっち右側ですね、こっち左側で、その左側に胃があります。これ胃です。胃を外すと、その後ろですね、背中側のちょっと下にこの部分が膵臓になります。で、今日はこの膵臓にアプローチする方法を行いますんで、はい、トルソー君ありがとうね。では実際にどうするかなんですけども、この左手と右手、この両手を使います。
この両手を使うんですけども、今場所をざっと説明しましたけども、ちょっと骨を使って、このサム君使ってこの肋骨があるんですけども、この肋骨、ここの辺りですね、この硬い部分のちょうど下ぐらい、こういう感じで左手をまず当ててください。でこれでちょうど胃の奥なんですけども、そこに膵臓があるというふうにイメージしていただいて、そして右手の3本指でここの左手を軽くトントントンと叩きます。こういう感じですね。眠っている膵臓を起こすようなイメージでトントンします。で起こしていただいて、今度はですね、右手ちょっと寒いね、ちょっとずれてね。で今度は右手です。右手を膵臓のあたりに当てて、左手で手首を掴みます。ちょうどこんな感じですね。こういう感じで掴んでいただいて、そして深くゆっくりといわゆる深呼吸をしていただきます。で呼吸はいつもお話ししているように吐いてから吸ってください。できればね、鼻で行ってください。鼻で吐いて鼻で吸うという感じです。で吸う秒数よりも吐く秒数の方を長くしていただきたいんですね。だいたい7秒で吐いて5秒で吸うぐらい。苦しい方はもう少し短くしていただいても構いません。とにかく吐く方を長くしてください。では実際にですね、最初から通して行っていきますんで、皆さんご一緒に行っていただければいいと思います。はい。でまずは左手ですね。左手で膵臓のあたりに手を当てます。だいたいこのあたりです。みぞおちより少し下の左側、そこに手を当てて、右手の3本指でトントンします。膵臓、眠っている膵臓を起こすような感じでトン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 と、これぐらいで構いません。でその次はこの右手を膵臓に当てていただいて、そして手首ですね。左手で手首をそっと掴みます。でその状態で息を鼻から7秒かけて吐いてください。はい、このような感じで行ってください。これどれぐらいの長さするかなんですけども、だいたい目安としてはですね、吐いて吸うを1回として、それを5回から10回行っていただければいいと思います。これいつ行うかなんですけども、1日に何回していただいても構いません。おすすめはね、夜寝る前ですね。夜寝る前にしていただくのがいいと思います。でこれなかなか寝つけない方ですね、不
眠症の方でなかなか寝入りが悪い方、そういう方はその寝る前にしていただいて、あとですね、仕事や人間関係のトラブルとかでイライラした時とか、不安症の症状が出た時、もしくはパニック発作が出そうだなって思った時に、もうこれトントン抜かして、そういう時はね、もうすぐ膵臓に右手を当てていただいて、で左手を手首のところをかぶすような感じで手首をそーっと握っていただけて、深く呼吸をしていただくだけでも効果が出てきますので、はい、本日はですね、この無意識に働く自律神経ですね、その自律神経をコントロールしている重要な臓器、膵臓にアプローチする方法を紹介いたしました。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。またこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタンもどうぞよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。